皆様こんにちは。海と船るいです。トルです。我々は夫婦でヨットに暮らしながら旅をしておりまして、現在インドネシアのマルク諸島をセーリングしています。さて僕たちがいる場所なんですけれども、赤道直下インドネシアのマルク州の南にあるアンボンという町です。深くて広い湾があるので、昔から港町として栄えたところですね。そのアンボンのぐーっと寄ってここです。こちらがですね、生けす兼海上レストランとなってまして、こちらに船を止めさせてもらっています。あれ、これうちの船じゃない？違うか。こんな感じでまさにこの場所に止めさせてもらってます。さてこちらの生けすなんですけどもね、これはロウニンアジ、大きいのが入っています。その他にもハタの仲間とかタイの仲間とかいろんな魚がいて、その場で焼いて食べることができるんですね。もうね、フローティングレストランだから船でしか来れないよね。海上レストランですよ。知る人ぞ知る。オーナーのジェフリーです。さて今回なんですけれども、アンカーの製作をします。若飛びに遊びに行った時に岩に引っかかって上げようとしたらアンカーが折れちゃったんですね。その場ではもう一つアンカーがあったので大丈夫だったんですけど、早いところ新しいアンカーを作ろうということで、大きな市街地のあるアンボンを目指していました。ここでしばらく停泊できる拠点も見つけてですね、作業できるとこがないかオーナーのジェフリーに相談したんですね。そしたら今ちょうど向かっている真正面にあるこの白い建物、これがもともとは市場として作られていたようなんですけれども、計画が頓挫したのか全く使われてなくてですね、ここで作業してもいいよということなんで、地元の方の了解を得てこちらで作業させてもらうことになりました。こちらがサブアンカーなんですけれども、これを参考にしてデザインを考えて作ろうと思います。材料はジャカルタから取り寄せました。主に通販サイトのトコペディアというところを使ったんですが、このメインの材料は結構直接やり取りして、まず裸の鉄のフラットバーを買って、で他の業者さんに亜鉛メッキのドブ漬け加工をお願いして送ってもらいました。このフラットバーは材料費はメッキ代合わせて15,000円ぐらい、送料が1万円ぐらいしましたね。ジャカルタからアンボンに届くまで2週間ちょっとかかりました。それだけインドネシアの中心部ジャカルタからアンボンというのは距離があります。この材料ですが、ジャカルタの業者にお願いした亜鉛メッキの状態は思いのほか良さそうで安心しました。歯が切れんのよ。見つかった？これがもうなんかすぐ切れなくなっちゃうね。切るのが一番大変だからね。そうか。切るのが進まないと進ままずね、ないんだよ。そうだよね。入った。さてアンカー制作の間に私は生活面の用事を済ませます。ずっと雨がちで洗濯ができていないので、近所のランドリーを利用しています。買い物がてら洗濯物を取ってきます。長く移動が続いたので落ち着かない毎日でしたが、こんな感じで寄港先でしばらく停泊することができると、編集作業もはかどるし、船内の片付けもできますね。さあちょっとカットまだ終わってないんですけど、サンダーがねすごい熱くなるんで、カットしつつ溶接しつつみたいな道具を休ませるために交互にやっていこうかなと思うんで、ちょっともう溶接をしていこうと思います。これ溶接機ですね。めっちゃちっちゃいこんなちっちゃいと思わなかった。これがアーク溶接の溶接機なんですけど、普通何個か2つかな溶接機あるんですけど、ちょうどね使えなかったんですよ。1個アーク溶接、これと同じようなやつなんだけど、日本の 100V 専用なんですよ。インドネシア 200V なんで 100V は使えない。あとはティグ溶接機、 100V、200V 使えるティグ溶接機があるんですけど、それがねアーク溶接できるかと思ったらティグ専用でね使えなかったんで、ちょうどこれがないんでもう買いました。
まあ今アーク溶接機すごい安いんだよね。まあ、しかしこんなコンパクトと思わなかった。いや、これでまあまともに使えるんだったらめっちゃいいですね、ちっちゃくてね。本当にヨットに積むには本当最適です。アンボンという町、地理的には実際訪れるまで全く知らなかったのですが、沖縄にアンボイナという貝がいてですね、沖縄の海の危険生物リストに載っている貝で知ってたんですけれども、イモガイの仲間でコブラの2倍と言われる猛毒を持っているんですけれども、その貝の模様がすごく綺麗なので、アンボンでよく取れたこの貝がヨーロッパで交易品として珍重されたそうです。商人たちがアンボンの名産品のことをアンボイナと呼ぶので、そのまま貝に名前がついたというわけです。同じようにアンボンの名前のついた木材もあって、非常に価値のあるものとされており、それだけ当時のアンボンは西洋人を魅了していて、アンボイナとはいわゆるブランドだったわけですね。またアンボイナ事件というものもありまして、スパイス貿易の覇権争いが繰り広げられた時代に、オランダ東インド会社がイギリス東インド会社を陰謀容疑で処刑した事件でして、そこに傭兵として雇われていた日本人も合わせて十数名が処刑されました。この時代、戦国時代が終わって職を求めていた浪人がアジアに出て各地で傭兵として雇われていたそうですね。いや、すごくない？こんなちっちゃい子が。ねえ、すごいこんな溶ね。接できちゃう。お昼ご飯ですよ。ランチですな。ランチ。はい、グッド。チキン買ってきた。チキンパリ。ローストチキン。チキンパリパリ。出来たて。お菓子あげてきた。お菓子あげてご飯とお菓子物々交換。いいよとかって言ってたけどさ、うんもうね、ねそんな。嬉しい。え。ねえ。グッド。ご飯。楽しい。なんか持ってきてくれたよ。あ、おかわりの梨。梨いっぱい。ありがとう。いっぱい食べなきゃ。ほら、お返ししたいけど、なんかそんなにいいものは持ってない。いただきます。ね、これハーブが今日はね、なんとかスクエア、マニススクエアかなっていうファーマーズマーケットみたいなちょっと輸入品とかが、まあ置いてあるところで、多分欧米人が行くから、この味付けもハーブっぽいものが売ってある。美味しい。柔らかいね。おいしっとり。おいしい。さあ、作業も3日目に入ります。ここまでできました。よいしょ。さあ、こんな感じで順調に進んでおります。次、ここですね。ここにこうやって、この鉄のね、棒、今 L 字ですけど、これ U 字に曲げてこうしたいですね。こうロープ、チェーンをかけるところですね。それをどこでどうやったらいいかなというところですね。ちょっとね、曲げの作業をやりたいなと思って、ここいいかなと思ってるんですけど、これを使ってちょっと曲げの作業をここまでが限界です。もっと U 字に曲げたいんだけど、そこのね、今家の改築の工事してるおじちゃんにセットハンマー借りて、ここ結構溶接して厚くした後叩いて綺麗に曲がりました。ちょっと一回ね曲げすぎたんだけど、また戻していい感じにいったんで、これカットして横に溶接していきます。よーし、ここの部分もできました。
いやー、いい感じで収まったな。いいです、いいです。大変いいと思います。ここにね、どれだ、これだ。これがね、こう入りまして、で、ちょっとね、これが中間ぐらいまで入るんですけど、で、ここにその、抜け止めのね、仕掛けを入れたいんですけど、ステンレスのナットでね、いつもとか前回もやったんですけど、こっち側とこっち側にステンレスのナットをつけて、でそこをちっちゃいシャックルで留めるっていう方式にしてるんで、それでいこうかなと思うんで、あと今日はね、この溶接した部分をね、錆びるんで塗装しようかと思っています。そしたらね、本当に完成ですね。今日午後そこやっていきたいね。溶接作業終了で、今これね、アルコールストーブの燃料もらってきました。なんかいろいろ言ってるね。これ何なんだろうね。いや、これでちょっと脱脂してね、油脂を取ってで塗装しようと思います。アルコールの香り、アルコールつかガソリンっぽいな。脱脂完了です。ちょっとなんかオイリーでツルツルしてる感じがするんで、シンナーで拭きましょう。完成。もう大体もう持って帰れるレベルになってるね。乾いてますね。よし、完了です。終了。閉店。Langsung di kuliah. タクシーだよ。Kalau ni saya ambil karton itu sudah jam 9 lah. 出発。パスタルにぎわってるね、今日も。久しぶりだ。このところ2日ぐらいお天気良かったから、そうやね。いろいろ並んでるんじゃないかな。昨年も東ティモールに向かう時に立ち寄っていて、何度も足を運んでいる市場です。賑やかで活気がありますね。キャッサバも茹でてある。キャッサバはさつまいもと里芋を合わせたような感じで、葉の部分も下茹でして炒めたりと料理に使います。塊が3つで5000ルピア、50円弱です。レモングラスも1束5000ルピアでした。ブンガパパヤというパパイヤの花のつぼみは5000ルピア。値札がついていないので最初は確認も大変でしたが、相場が分かってくると買い物しやすいです。日持ちはしませんが、市場に行ったら必ず空心菜と小松菜のような青菜を買います。ニンニクと一緒に炒めて使います。アンボンはイスラム教徒が多いので、市場には鶏と牛しか並んでいませんが、市場の外れにある路地に中華系の豚肉屋さんがありまして、この先豚肉はあまり手に入らないと思うので、帰りに買っていくことにします。
さつまいも200円でした。結構買いました。ささっと買えた。あと卵か。ここの商店で買おうかな。けなりはまだ品薄ですね。こんにちは。この商店にはけなりナッツと小粒のナナリが置いてあるのですが、最近入荷がないようですね。卵は1個売りで1800ルピアから2000ルピアくらい。今日は2000ルピアのものを10個買いました。ああ、もうなんか疲れちゃった。冷たいもの飲んで、まだガスもあるしね、量もあるし、お腹すいたね。カヨケスプレーある。あるよ。グッド。グッドでシルサックとシールサックだドラゴンフルーツで乾杯。乾杯。紅白。本当だね。さっぱりしてて美味しい。ちょっと苦い。濃ゆい。グッド。美味しいパンの木。ほかほか。おいしい。なんか香ばしい。香ばしい。アヤムバラード。辛そうだよ。大丈夫かな。辛いと思います。めっちゃ辛そうよ。でも甘いチリソースみたいな、スイートチリソースって感じじゃない？確かに。美味しそう。これいいもん。どうですか？スイートチリある。見た目ほど辛くない。あ、本当。よかった。甘そうだもん、なんか。うん。なんかお肉に弾力がある。美味しそう。食事も来ました。アヤムパランにしました。辛くないと思ってたんだけど、なんかすごい真っ赤っかしい。いただきます。こういうなんかレストラン料理久しぶりじゃない？トマトケチャップが花壇料理ってこんなの？パンダビーフの香りがする。甘辛い。ちょっとちょうだい。やっぱ違うよね。地鶏だよね。肉質が全然違う。これグラメラだよね。黒糖もつけてくれたから。グッド。グッド。補充を頼んでいたガスタンクを受け取って今夜出港です。
ルイはこの後船底掃除をしていました。出航準備万端です。うわー、すごい。ビューティフル。ビューティフル。さて今回の動画はここまで。アンボンでアンカー製作を余儀なくされた我々ですが、無事に作業を終えることができてほっとしています。アンカリングには1本のアンカーで船体を振り回しにするときと、地形や天候によって前後に2本打つときがありまして、本当はもう何本か作っておきたいところなのですが、今回は時間がありませんでした。またじっくりメンテナンスできるときにですね、いくつか作っておきたいです。そしてここで大きく計画変更がありまして、この先西パプア方面のラジャーンパットに向かおうと思っていたんですが、その海域は結構な範囲で保護区になっているみたいで、アンカリングや漁に制限があるようなんですね。一部で V 係留できるんですが、あまり自由がなさそうなので、ここからは北に向かうことにしました。あとビザの期限ですね。最近ビザのレギュレーションが変更されたようで、今までオンラインで完結できていた手続きが入管のオフィスに出向かなくてはいけなくなったんですね。顔写真を撮るだけの簡単な手続きのようですが、僕たちは常に移動するので、管轄のオフィスにすぐ出向けるかというと、写真を撮るために飛行機に乗って出向くというのは現実的ではないので、次は延長せずにインドネシア出国かなという雰囲気になっています。といってもインドネシア広いんでね、出るにはまだまだ時間がかかりますね。それではまた次回お会いしましょう。またね。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。